確保容疑者確保保冷剤悪口言ってんのこれ聞かれた。今回の週末ビフォーアフターは前回登場した 3LDK マンションにお住まいの4人家族のお宅の続編でございます。物を減らして頑張って片付けたというお宅だったんですが、子供部屋には家族みんなのものが収納されていたり、部屋にあふれた収納が景色を台無しにしていました。一度置いてしまうとなかなか手放しづらい収納ケース。お父さんは自分の部屋を犠牲にしてでも他の部屋を片付けてほしいと私に言ってきたのですが、私がこの家をどう攻略してきたのか、続きをご覧ください。机の空間は保ってほしいけども、それ以外は別にいいです。その景色は気にならないし。リビングに行った時にそうくつろげる。リビングに行った時にね。なので娘の部屋は娘の部屋らしくしましょうよと、でご主人一つの願いとしてはリビングが散らかってんのが嫌だと。じゃあはっきり申し上げますが、リビングに物の定位置作りすぎ。でもそれが原因で物が集中してることによって何が起こるかって言ったら、やっぱり散らかる原因になるわけですよ。で、私は変な話、個々の部屋が散らかっても多少いいけど、パブリックスペースは家族みんながくつろぐ場所だから、あんまり物は置いちゃいけないっていう考え方であるから、リビングにあったら便利なのって言われちゃったらもうそこまでなんだよね。じゃあそれで暮らしたらって言って半年間ぐらい暮らしても全然改善されなかったかってことでしょ。結果物が多少減ったぐらいの話で、そしたらやっぱり根本的にこの家の暮らし方を変える必要があるんじゃないのっていうところ、今日はね。なんかやっぱり自分のものが多少散らかるぐらいだったら頑張れるけど、やっぱり自分以外のものが多いとやっぱり娘も頑張れないっていうか、だからそれをちょっとしっかりと分けるだけで。ただあれなんだよね、こっちって狭いのよね。そう全然狭い。こっちの方が広い。前ここも一個一個で置いてた時もあったんですけど、ここ2個置くとなると確かに狭いですよね。だからね、ほんとお父さん自分の部屋犠牲になって言ったら本当に犠牲にしちゃうからね、私。それはほんとやばいじゃんっていう。そうか、寝れればいいですよ。しょうがないんで、とりあえず作戦会議しましょう。こう広いところで。狭いところだとね、悶々としちゃうんでね。はい。ここで、家族が寝てるっていうか、パパ以外の3人が寝てるのね。で、和室は結構広々として、あれなのね、ここに着るものがあるんだ。普段着るもの。子供の洗濯物を取り込んで畳んでしまうみたいな。そういう意味ではここで賄えてるっていう話だよね、洋服類はね。あと押し入れにも入ってる。ああ、そうなんだ。季節で自然の方は今使ってない。入ってるのね。あらー、あなたはほんと几帳面ね。ほんと素敵。わあ、視聴者の皆さん見てみますか、この綺麗に整った押し入れ。仕込んだだけ。これを押し込んだだけというね。はい。でこっちはね、うわ、ピッツが好きなのね。いっぱい入るしね。でもあれなのね、こんなに自分たちは広々とした場所で寝るのに、旦那にはあんな狭い場所で寝かせるんだね。子供が大きくなって、前は4人で寝てたんですけど、入りきれなくなって、でパパはあっちで寝てって言われちゃって。それは何、寝てってお願いしたの？子供たちが嫌なのね。それは、その気持ちは分かる。私も昔そうだった。だからそれはしょうがないんじゃないみたいな。なんだかんだ言って僕の部屋は犠牲にしていいって言うけど、なんかやっぱテーマがないなっていう感じがする、部屋ごとに。とりあえずここはパパの書斎と寝室っていう以外に、なんかファミリークローゼットにもなってて、狭い中でね。それで隣を行けば片付いてるかと思いきや、なんか物の整理をしたものの一つ残骸がスチールラックで残っててみたいな。いや、全然物のスペースを作るのはいいんだけど、さっきの話を伺ってると、後々はあっちを娘2人の学習机を置きたいみたいな話を聞いちゃうと、なんかいろいろ並べるんではなく、いつでも学習机が買えるような環境にしといた方がちょっとまだ夢があるのかなっていう気がするっていうか。でもお父さんはただ一つ
家に帰ってきて散らかってないリビングって言ってたので、そうなるとちょっと子供のものが大きすぎちゃってるから、もちろん勉強するある程度のものがあってもいいけど、それ以外のものは娘たちの部屋にするとかいうふうにものをちょっと動かすことでちょっと改善していきましょうか。後ろで娘がものすごい首がもげるぐらいうなずいてるんで、よっぽど変えたかったんだと思う。はい、今日頑張ってやっていきましょう。はいはい。親のものは全部移動。そうなんだ、親のものここら辺なのね。どこにあるかわかんない。そうこの以外全部だね。ここで仕分けてもいいよ。あ、そうママにはね。はい、すいません。そうだから子供の以外のものは一旦和室で大丈子供のもの以外は夫。パパの部屋。全部。だって逆にママここの部屋から出ないよ。確保容疑者確保。こんなホットプレートとかたこ焼きとかさ、居酒屋かよっていうね。いやもうね、このなんかこれが怖いんだけど、何？あ、それ保冷剤なんです。なんで？パパがなんかかけちゃって買ったの200ぐらいが入ってる。意味わかんない。何のために？私わかんないです。これちょっともうあれでいいじゃない。もう非常用で。非常用じゃないの。そもそも冷蔵庫にそんなにいっぺんに凍らせられない。本当だよね。なんなのあの人バカなの？バカだよ。それで保冷剤そうなんです。あ、悪口言ってんのここで聞かれた。このものを捨てちゃって。わかんない。ただでもこういうのぎっしり入ってたんで。そう、でもギネスに挑戦っていう。まあそれは私が考えるね。大丈夫です。もうあれなのね。もういろんな部屋なのね、ここはね。だから寒いの。ってことはイコール寒いってこと。そうだけどさ、そんな冷蔵庫パンパンなの。パパも誰？はい。あ、大丈夫。まとめ買い多いよね。私が？何買い物あんまり行かないんだ。週に何回かに。ああ、だからあんまりあれなんだ。いっぺんに買っちゃうタイプなのね。ああ、そっでか。僕も好きなんです。僕も料理が好きなんで。あ、そうなの？まとめで買ってきちゃって。でもほら、大家族じゃないんだからさ。しかもこんなにひょろひょろでさ。全然死ぬほど食べてるように見えないわよ。いや。食べるのね。じゃあ何、ここ食品置き場でいいの？ラップは出しますよね。出さない。なんかね、こんなにいっぱいあるとどこに寄せるのっていうね。ただね、目を進まさせなきゃいけないから1階は室に移動で。はい。これ好き？これ残す？新しいのがいいでしょ？白いのがいいんでしょ？だからもう何でもかんでもお下がりだから、あなたはもう何でもいいやってなっちゃう。一応ここ私の机なのね。机の中なのね。狭っ。だけどパソコンライブだからね、これね。でも一応私のものを入れてんだ。だから私のものの入れ場所ちゃんと作ろうね。シュレッダーもう使ってないよな。じゃあこれも捨てないよ。あ、もうムカつく。なんでそんな親父のくせにって呼ぶんだよ。お母さんでいいだろう、お母さんで。ママって言われてから嬉しいよね。そういうことか。どかした方がいいけど。ゆうこさん、どうする？ケーブル系テレビとか。ケーブルってこれはWi-Fi ね。Wi-Fi。あ、ここなんでしょ。けど同じ穴があれば別に和室とはこっちにも家具の中にもあるから。じゃあちょっとここね、多分ね。このものに正解ない。だから平らになるんで。俺の方にあるとなんか多くない？これ今ね、ちょっといろいろ検討中なの。どれがいいか。ああ、そういうことね。はい、だから本当はパパの部屋にこのシステムがあるのがいい。あといいね。あと時にそうよ。検討が多い。
そうなのそうなの。あ、もう持ってきまあ、た。なのでこの茶色がこのラインにきます。あ、今移動されてないのね。これ結局もう茶色しかないんで、茶色がここに並ぶからね。白のリビングの使わずに。これね。でも2個しかないんだよね。で意外とないよ。これはそれかひっくり返すか。それもありですね。で茶色をパパにしてで白で統一する。はい。 OK。それでいこでもリビングのカラーボックスはじゃあ持ってこなくていい。う。うん、持ってくる。あ、はい。あと持ってくるっていうかママのあそこの仕組みとしても使うので、どれをどこに使うかみたいな。だから最終的に白を入れた方がいいのか茶色を入れた方がいいのか。これ入んないですよね。はい。だからこれはね。これでも向こうにもあるよ。茶色いカラーボックスはね。だからどれを使うみたいな話を。そう。どうしていいかわかんないです。なんだろう。余ってんじゃない？だからまたさ、おフル攻撃よ。この家は昔使ってたやつなんだけど。だからまあ美しいやつをで使ってあげたいね。ただ違うわよ。意外とそこがかなり仕組みとして入ったらもっと使いやすくなるんで。だからまあ収納だから一回ここに集結させてもいいね。まず景色でしっかり整えて、景色悪いやつはママの収納とこの収納で使うから。であとパパの部屋大統領みたいにしなきゃいけないから。一応ね、お父ちゃんの金でやってるから。そうです。お父ちゃんのねちゃんと。もうなんか小遣いのように。この教科書が一番使ってんだよね。あんまり今はもう使わなくなって使えなくなった。あら、そう。じゃあ下でいいんだ。じゃあこの下から並べてってもらっていい？あ、今ね使わないのから下に。すごいじゃん。もうあなたも J フレンズね。今日からあなたも J フレンズ。これあれなんだ。こっちの方が幅が広いんだ。の気がする。へだから今ちょっと上げてます。え。ああ、41.5だからこれが44だからちょっとこっちの方が広い。41.5と41.5で80。80何？75。あればもうダメだね。いやもうちょいいけるかも。もうちょいいけるかも。ちょっと待って。出ました。はい。もうあれだね。もう全体的に地獄っていうね。はい。一回あとはもうあとはママと私の戦いですから。お嬢たちはさ、こういうトラップとかどれが使ってるとかわかる？ほら、上さちょっと取り出しにくくなるじゃない？だからほら、使うのとお姉ちゃんが使うのに分けてほしいな。日本昔話だったらほら、あれとかは誰が読む？日本昔話って何だっけ？日本の歴史は2人とも。2人とも。はい。じゃあ下の方がいいね。これ最後引きます。はい。じゃあ後で最後。思う存分引いてください。もうこれでんぐり返ししてもなんならこちらで2人で寝れるようになりましたので。大丈夫。よくできました。活躍してるわよ。鬼滅の刃
はさこの上になったら届かない。いいよ届かなくて。大丈夫大丈夫。ママはねここで読まれたら困るんだからもう届かないところにもう一回置いてみて。で届く？見える？置くよ。だって見える？いい？ということで、だいぶ暗くなってしまいましたが、本日のありがとうございました。作業が終わりました。問題の娘さんのお部屋に行ってみたいと思います。どうぞ。可愛いい。めちゃめちゃ広いですよね。子供たちの。本当にこんなに床が広がりました。大変でしたね、この部屋は。こちらの膝は半端ないというか、変な話、ここで残ってるのはこの本棚とデスクだけです。あ、ごめんなさいね、この2つのカラーボックスは2つ並んでたかな。もう忘れちゃったよね。要するにこの本棚がこの角にあって、この部屋で一番特徴的だったスチールラック2台がなくなってます。そのおかげでこれからまたもう1台学習机が増えても問題なく、こちらで姉妹でお勉強できるスペースができたと思います。はい。ありがとうございます。お母さんの書類がたくさん入ってたあの棚は申し訳ないんですが、お母さんのスペースはまた違うところに作らせていただいたので、こちらの棚に子供専用の棚ということで、これ今日一日娘たちが全て並べました。すごくないですか？よくやりました。私ここ何にもやってないです。本当は寄せたものを戻すつもりでいました。っていうかもう本当にここにあったものたちの量が多くて、一回和室を、地獄みたいにしちゃったんですけど、まさか娘たちでここまで自分たちの部屋を作り上げるなんて夢にも思ってなかったので、ここまで頑張ってやっぱり夢だったんだよね、お姉ちゃん自分たちのお部屋を作るのが。今日夢が叶ってどうだった？すごい嬉しかった。嬉しかったよね。だって今日2人で本当に力を合わせてこのお部屋を作るの頑張ってたもんね。いやだからね、本当に本当スチールラック2台分とね、もう覚えてます？子供のクローゼットの中にあったもう段ボールだらけのものたち。もうさ、全部出して一回和室に行ってね、開けたらなんともう全部自分のものたちにしちゃったんだよね。いやでもさ、こういう風にさ、やっぱ女の子だよね。ママ、はい。どう？これ見て。これがやっぱり本来の姿ですね。ね、本当にやっぱ恐るべし小6小4。やっぱね、女のパワーすごいよ。どっちかって言ったらね、男の子の方がママに忖度するっていうか。あ、そうなんです。そうだから俺のスペースにいいよぐらいな感じで結構譲歩するっていうか、いやもうこの家の女たちはもう本当にもうここは私たちの場所だから親のものは一切入れないでみたいなね感じになってしまったので、今回術式変更でやらせていただいております。こちらには全て
リビングにあった子供たちのものを移動させてるんです。それを自分たちで自分たちの場所を作ってしまっています。お姉ちゃんの場所はもともとここにありましたので、その、横のね棚に、ずらっと入れてくれたと思うんですけれども、妹さんのはこちらにあって、あとリビングにランドセル置き場ありましたね。私が行った時に、ここに入れてんのって、でそれ見た時に本当隣の駅ほど遠い場所にこの子は入れに来るんだなと思って不憫だなと思ったので、私はもうこの部屋で一番いい場所はい、そうです、私はこの部屋で一つだけ決めてあげたことがあります。それがこちらのランドセル置き場でございますここにあればなんて言ったってその裏玄関ですからねもう玄関から入ってこの場所もうアホでも置けるっていうということで、こちらは次女専用のランドセル置き場になりますので、思う存分置くがいいはい、それだけ言いたかったです。じゃあリビングに行きましょう。はい、はい、ということでさすがの私も術式変更を余儀なくされるぐらい夢だったお部屋を手に入れるために彼女たち一生懸命自分たちのものを収納してくれました。きっとこの経験は彼女たちの自信につながってこの先の人生にいい影響を与えられたんじゃないかなって思います。はい、ということで次回の週末ビフォーアフターはこの家の解決編でございます。あの巨大収納スペースは一体どこへ行ってしまったのか、自分の部屋は犠牲になってもいいと言ったお父さんの部屋はどんな風になってしまったのか、どうぞお楽しみに。それではまた来週、さよなら。終わった。よかったらチャンネル登録お願いします。いいねコメントもお待ちしてます。